抜いて刺します。今目触ってたんです。もうずーっとこうやってこの流れに沿ってコロコロします。先生、はい、先ほど、はい、ボクシングをやってるような選手に対して、はい、耳谷先生だったらどのように対処するかっていう話を教えていただいたんですけども、はい、もう一つやっぱ気になるのがその組み技が得意なやつに、はい、耳谷先生ってどう対応するのかっていうことですよね。街中でどうですか。まあそうですね。なんかまあ耳谷先生が、まあそういう輩に絡まれたでも、まあ大切な人を守らなきゃいかんでもですけど、なんかそういうやつを戦わなきゃいけない時にどうするかと。タックルってあるじゃないですか。タックルってなかなかのすごい技術というか、タックルの対処ってすごく難しくて、受け止めるのも難しいし、もしくはこうその寝かされたら寝かされたでまたリスクが高いしっていうね、すごく難しいところであると思うんですけど、どういうふうに例えばこうガーッと突っ込んでくる相手に対して対応しますか。タックルする距離ってこんな感じですか。そうですね、まあこのぐらいかな。もちろんここからねこう行く人もいるでしょうし、ここからはいかないでしょうね。ここからちょっと丸見えになっちゃうんで、このぐらいでしょうね。パンチが当たるか当たらないかぐらいじゃない。ここから下がってくるってことですか。そうですね。大体こうパンチングバンツーからのタックルとか、なんかそういうイメージですよね。なるほど。そうなんですよ。だからそこ混ざると厄介なんですよね。でもそれ、街中だったら、多分付き合わなければタックルしづらいと思います。タックルってこうじゃないですか。ってことは軌道数変えられますか。軌道修正って。いやー、タックル行く途中にこれはできないと思います。だったら、まあそのさっきも言ったある程度離れてるので、こう来た瞬間にうちは反応するっていうか、それはそうですね。こうなので。なるほどなるほど。確かにこのセットしてる途中で動かれたら、ちょっとセットし直さないといけないですね。急にこうやっててこうなってるじゃないですか。で直撃のいいですね。こうタックルかまあパンチでもいいし、タックルでもいいし。で付き合わないで距離が取れます。でまた来たらちょっと付き合いをこうして。でもすぐに見ます。で来たら手を出してっていうことをするかもしれない。でもタックルに入られちゃった場合っていうのは、多分切り方ってこうですか。それともいろんなやり方あると思うんですけど、多くはこうへそを出すっていうんですかね。こういう感覚ですよね。こうやって切るんですか。潰すっていうんですかね。そしたらもう目ですね。こう切って、こう来たらもう目です。この相手がこうなんですけど、ブワーってこうドライブっていうんですかね。うわーこういうイメージだと思うんですよね、多分。なるほど。でそれまでもその小次郎がちょっとなんかこう距離を取ってこんななるほどね。周りを許さないっていうね、ごちゃごちゃさせるっていうか、目かなちょっとこう来てガツン。あとね。じゃあ小次郎さんみたいな感じでタックルしてもらってもいいですか。目です。そうですね。これのですね。これもう先生はもう反射的にちゃんとそこに行くというかね。今目触ってたんです。もうずーっとこうやってました。やっぱり目かもしれません。で返す時もこうタックルされて、でまあ目いくじゃないですか。で私ここ持ちましたよね。でこう倒れました。そしたらここで耐えないんですよ。この状態の前に、私だったらこうしたら、まあ、倒れます。そうした方が自分の力いらないので、練習でするのは、自分が、まあ、基本的には倒れるとよくないんですけど、なんか相手にやられてますよね。そうしたら、この時に、この入る前に自分がコロコロするってやるんですよ。コロコロする。昔だったら、ちょっと言ってもらえますか。こうなったら、まあ、こっち側に仮にこう入ったんであれば、もう抜いて刺すじゃないですか。で、こっち側にもし入ったんだったら、流れるかもしれないんで、こうするかもしれないんですけども、こう噛まれるんで、こうするんですよ。で、
ついたらここ入れてますよ、はい、抜いて刺します、無手だったら吸収に行くじゃないですか、でそこでコロコロするっていうのをやるんですよ。コロコロするこう来たらこの流れに沿ってコロコロします、でその間に何かやりたい、でポイントは転がりました、コロンと転がった時にってやるんじゃなくて、このこう動いてる時が一番の好きなんですよね、時に私だったらね、もしくは喉、で喉閉めといてメイクがいるし、喉閉めると意識が完全に落ちてくるんで、っていうふうにします。なるほどそのなんかタックルをされないとかタックルを防ぐっていう発想じゃないですよね。もう相手と接触してる間こそがもうチャンスでやるというか、もうでそれができるだけのね、もう体がね自然にもうそこに目がいってた、本当にリスクですよね。武術家にこう触れるっていうのはね、密着するっていうのは。タックルはそのまますぐ突っ込むんですよ、それを上に上げるんですよ。いろんなのがありますね。もうその例えばまあさっきみたいにこうドライブ打ってグワーッと向こうに突っ走るのもあるし、ここにグワーッとこういうふうに行くのもありますので、回らないパターンもあるとは思うんですけど、でもおそらく先生だとここにも目に入ってるんだっていうのは感じますけど、あとはもう耳とかです、そういうことですよね。そこで一回スイッチを切らないというか、ずっとこの間中ずっとアミヤスが戦闘モードでこう何かしらしてる感じですか。はい、それがやっぱり一番いいと思いますね。それを長引かせると、例えば菊野先生が例えば私がやるとしたら、菊野先生が一番最初の初手、こうファーストインパクトの時に、例えばご自身の持ってる実力の例えば 10% とか 15% ぐらい出てないとするじゃないですか、それが長くなっちゃうと、もう実力をもう出し切られてしまったら絶対に自分の身を守れないじゃないですか。なのでできるだけ実力を出させたくないんですよ、なので付け合わなかったりだとか、まあ、目に行ったりだとか、まあ、手っ取り早いんでそっち行きますけども、ただ目に行けない場合もあるじゃないですか。時は喉行くかもしれませんし、耳行くかもしれませんし、筋的行くかもしれませんし、そういう感じですね。この発想ですよね、本当ね。まずこうまともに付き合わないというかね、まともに付き合わない方がいいですし、まともに付き合わないんだけども主導権はこっちが持ってるんですよね。こいこいそうなんですね。あまりにもしつこかったら今誘うしかないので、どうやって誘うかですよね。ぎこちない感じで、この人もしかしたら何も知らないかもって差しといてそこで誘うか、もしくはあえて目線を外したりだとか構えてるとしたらそれを解いてそこで誘うかとか、その一般的にはね、こう倒す寝技とかね、こうそこで切れるんですけどね、その倒してる最中にえぐるみたいなね、もうその隙間がもう命取りっていう感じですね。結構あれなんですよ、稽古でもし機会があったらやってほしいんですけども、相手が動いてる最中、動いてる最中って言っても語弊がないようにやると、技をかけようとしてる最中が結構入りやすいんですよね。カウンターとかもそうですよね。そうですね。そうです。まあそういう発想です。人はどうやら一つのことしかできないらしくて、こうパンチ打つって途中にこう避けるとかできないんで、そのね、何かしてる最中っていうのは防御力がかなり落ちるってありますよね。本当にまさしく慶応もその考えで、脳の処理というのは一つのことに対して一個の処理しかできない、それをもうパッパやる、そのこっちをやりながらこっちもできるっていう人がいるじゃないですか。それはもう頭の上はその CPU が良くて、この処理速度が速いだけで、結局は1個ずつ処理してるというんですか。だからこそフェイントだとか、ちょっとこう微妙なこう繊細なフェイントっていうんですかね、でも効きますし、意識をずらすこともだからこそできるというか、いやー面白いですね、本当に。でもなんか雨宮先生らしい話聞けたな。
バーチャルリアリティの世界があったら先生に挑んでみたいですけどね。いちょっとね、1回の命だとね無理です。いやでも本当にちょっとお聞きしたかったんですけど、恐怖とか怖いっていう感情ってやっぱりあるじゃないですか、人間だから。時は乗り越えるんですか、それとも恐怖の処理ってどうされてるんですか。僕がいつも言ってる話していいですか。実際僕その試合でですね、その恐怖の処理とかあと欲とかの処理がうまくいかずに、UFC で負けたって経験がありまして、その後たどり着いたのが今ここっていう発想ですね。その恐怖っていうのはやっぱ死ぬのが怖いとか怪我するのが怖いっていうやっぱ未来への恐怖だと思うんですけど、その未来ってコントロールできないと、結果はコントロールできないので、それは置いといて手放して今この瞬間だけに集中すると。パンチが来たら避けるし、顔があれば指出すしっていう、ただその瞬間だけに注目しておけばそこに恐怖も迷いもなくて、その時はいいパフォーマンスができて結果ついてきたってことがあったんで、だから僕は戦うってなった瞬間にはそこのスイッチをパンと入れますね。もう手放す。結果どうなってるかっていうだけであって、今に集中する。そうですね。それまではね、恐怖に駆られながら練習したりとかね、いろいろするんですけど、準備するんですけど、それが始まった瞬間もそうなんですね。いや怖いですね。そんなそうなんですね。競技のいいところってそこら辺は安全に何とかチャレンジできるっていうのがいいところですよね。そこら辺が。でも実際にそう来られたら一番怖いかもしれませんけど。だから僕は宮宮先生とアドバンテージがあるとしたらそこしかねえよなと思ってるんですよ。競技者として、そういう経験値が高いので、そこしか逆にないかなと思ってますね。じゃあ菊野先生と矢吹はもう完全にね、アメリカとか行って銃とか買ってで10メーターぐらい離れて。で5メーターぐらいまで近寄ってきたらもう連射するっていう。銃の練習しないとですね。いや本当にだからそういうロマンはねありますよね。やっぱ強い人にこう立ち向かっていきたいっていうかね、試してみたいって気持ちはあるけど、でも試せないんですよ。無理なんです。そう競技の中じゃも測れない強さなんでね、そこはもうちょっと僕らが生きてるうちにはまだちょっとかなわないかもしれないですけども。でも私はもう個人的には強くもなんでもないし、もう基本的には本当に目的を果たすために、例えばその警部に入ってきた目的が自分の家族を守りたいとか、自分の子供を守りたいって仮にそうするんだれば、その目的が果たせるように何をするかっていうのが大事だと思うんですよね。それが体力なのか筋力なのか、技術なのか分かりませんけども、一番は目的をどう達成するかっていうのが大事。でも網谷先生もやっぱありますでしょ、こう強くありたいとか。もちろんはい、それはありますけど、笑ってた。そうですけど、でもそうですね、会員の皆さんがそれぞれの目的に、目的を達成できるようにサポートしていくという。そうですね。武術武道とか格闘技って格闘技はもうちょっと別かもしれませんけども、武術武道でしか学べないいいところもやっぱりあるじゃないですか。でも私の個人的な若い頃の葛藤としては、武術が栄える世の中ってどうなんだろうっていうもやもやしてる時もあったんですよ。でも武術ってやっぱりいいところもたくさん武術武道ってあって、そこでしか表現できないこととか学べないことだとかっていうのもやっぱりあるじゃないですか。目的を持ってっていうふうになると、今日本ってまだまだ平和なんで、そういった目的意識というのが変わってきてると思うんですよね。なので単純に自分の身を守るとか、家族を守るんだったらまずは自分の身を守らないと、自分がやられちゃったら家族ねやっぱり守れないと思うので、なので最低限脅威を排除できる、もしくは脅威に近づかないとかっていうところができれば、
できればこう武術なんてね一生使わない方がいいと思うので、はい。前あれでしたよね、保険の話でしたよね。保険、そうね、そうです。すごく共通というか、その武術のを収めることによって人生がちょっと楽しくなるというか、安心して過ごせるというか。そうですね。本当に菊野先生がね保険の話出した時には、こう一緒のこと言ってるね。そう車の保険みたいなもんでやっぱりこうね事故するために保険に入るわけでもないですし、事故する気もないですし。でも万が一事故があった時に保険があると助かるよねというような、もう本当にイメージですよね。だから本当に人生を豊かにするためのスパイスの一つぐらいのつもりでこうやっていただけるともういいんじゃないかなと思いますよ。もうこれからも我々もちょっと楽しんで、はい、ぜひぜひで楽しい人をいっぱい増やしたいですね。そうですね。はい。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もいやでも嬉しかったな、先生の戦術っていうんですかね、こういう時どうするっていうのをいっぱい聞けて、本当ですか。ありがとうございました。すっごく共感するところいっぱいあって嬉しかったです。本当ですか。ありがとうございます。いやもうね、もっと深い話はもうプライベートで。はい、もうちょっとやばい話はまたじゃあ後で。はい。最後一件。はい。正面に。はい。お互いに。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。雨宮弘樹先生でした。ありがとうございました。大したことできなくて申し訳ない。とんでもないですよ。めちゃくちゃ面白かったです。すみません、ありがとうございます。めちゃくちゃ面白かったです。タイガさんは撮らないですか。タイガさんでチャンネルやってらっしゃるんですか。チャンネルやってないですよ。うちの社員。そうなんですね。もうファイティングスタイルがもう菊野先生そっくりですもんね。それだけはすごいですよね。すごかったですね。芦田さんの時なんかもうすごかったですよ。もう菊野先生が歩いていく菊野先生パンチするみたいな、そんな感じでした。そうですね。破壊力もすごいですよね。そうですね。体のあれには今体重どのくらいなんですか。今57ぐらい。そうなんですか。じゃあすごいですね。ダイエットのおかげで。プロデビューされるんですか。もうされたんですか。そうですね。MMA のあれアマチュア大会っていうのかな、セミプロみたいなのがまだチャレンジ中ですよね。そうなんですね。プロになられるんですか。まだそこは決めてない。そうなんですか。そういう欲求があるわけじゃないんですけど、いろいろ出たいみたいで。そうなんですか。若いんでね、いろいろチャレンジして。タイガーさんって今おいくつなんですか。今月24日です。そうなんですか。もう未来が明るいですね。半分ぐらいですね。はい。もう何でもできますね。